今回は K-POP 風メイクと原宿系のミックスというメイクで仕上げていきました。皆さんこんにちは。はじめまして、まよまよです。私はヘアメイクのプロスクールに通いながらショーの現場や撮影の現場に行かせていただいてます。趣味はダンソーとコスプレです。ダンソーはなんと秋葉のダンソー喫茶でキャストをしている時もありました。コスプレもなんですが、約 6,7 年前の高校生の時ぐらいから趣味でやってます。将来は海外で活躍できるようなヘアメイクアップアーティストになりたいなと思ってます。今日のメイクなんですが、原宿系を取り入れた K-POP 風メイクです。それではどうぞ。今日つけているカラコンはアシストウィッグさんオリジナルのコットンキャンディーです。色はソーダポップの水色です。3色トーンになっているのですごいハーフっぽい目元になります。今日使ったベースなんですが、キコさんのベースになります。これにはイルミナイザーとヒアルロン酸が入っているので、キラキラしたツヤ感を出しながら保湿もできるという優れものの下地になってます。次に塗ったのがスティックファンデーションで24インチさんのものになります。こちらのスティックファンデーションはすごくカバー力もあって汗水に強いので、夏場でもすごく使えるファンデーションになってます。今は冬なんですけど、すごくカバー力があるので、クマのある人とかくすみが気になる人はとてもおすすめのファンデーションになってます。またこのファンデーション自然由来のものでできているので、石鹸で落とすこともできますし、自分の汗とか皮脂を出すことによって馴染んでくれるので、長時間持つということもすごい長所になっているファンデーションです。次にアンリサンクのフェイスパウダーですね。トランスルーセント上からのせていきます。このトランスルーセントなんですけど、微粒子のラメが入っているので、その微粒子のラメが光に当たって乱反射、たくさん反射することによってツヤや立体感を生み出すことができます。次にアジュバンさんの固形ファンデーションを叩いたパフで取りながらのせていきます。このパフでのせることによってマットな質感を少し演出します。すごい日本人は顔が平たいぺちゃんこになっているので立体感がすごい少ないんですね。でその中心を高々く見せたいので、この固形ファンデーションを中心だけにのせて、その立体感を演出していきます。次にシェーディングを行っていきます。今度のシェーディングは NYX さんのコントロールパレットを使ってシェーディングをしていきます。今日使ったお色は少し明るめのブラウンを使っていきました。入れた部分がおでこの額の部分と、この耳のちょうど真横の胸骨があるこの部分に、鼻に向かってここはシェーディングを入れていきます。で額が狭い人はやらなくても大丈夫なんですけど、額が広い人はここを逆卵型っていうのが理想のお顔の形なんですけど、それになっていくようにシェーディングを立体感を出して作っていきます。次にこのアイホールの部分の骨格と鼻筋のところのノーズシャドウですね。こちらは少しお色味が薄いブラウンとグレーを混ぜて使っていきます。今日は影を入れ方を少し変えたんですけど、私眉毛の上を少し引っ張ってアイホールの部分にシェーディングをしていきました。引っ張ることで骨格の影のくぼみが見えるので、それに沿って描くことによって自然に立体感を描くことができます。では次に目元に行きます。目元はアイライナーのブラウンを使って最初に形を作っていきます。こちらはブラウンはアンリサンクさんのアイライナーになります。すごく芯が柔らかいので、たくさん軽い力でつくことができるので、結構目元をタッチしてもそんなに痛くはないです。今日は目元の形を高く見せたかったので、まぶったのちょうどカラコンのある上に高くなるようにのせていきました。そして私の目元がもともと切れ上がったクールな印象を持つ目元をしているので、それを柔らかくするために目尻を垂れさす、ちょっと垂れ目メイクに近いような感じで目尻の下にもう少し影を入れています。で次に使っていくアイシャドウの色はこちらのメイクアップオブセッションのパレットを使っていきます。この真ん中にある赤紫っぽいこの色を上からのせていきます。で次にリキッドアイライナーでラインを引いていきます。アイライナーを引く時なんですけれども、影の部分の根元から描くようにしています。今回なんですけど、目尻側の方はあえてわざと 3,4 本ぐらいまつげが入ってるかのようにシャッシャッシャとあえて線を残してます。で私のまつげが下まつげはとても目尻側が少ないので、かきまつげでさらにここを足してちょっと垂れ目に見えるように演出しています。上のラインなんですけど、少し目尻からオーバーするように下げて
ラインを描いています。で次に涙袋を作っていきます。今回涙袋で使ったのはジル・スチュアートのアイカラーのこちらになります。こちらのアイカラーなんですけど、リキッドタイプなのですごく塗りやすいです。涙袋を作る時なんですけど、こう少し目を細めた時に出てくる部分の範囲でラメをのせていきます。で次になんですけれども、先ほどの塗ったアイカラーの涙袋の上にスマッシュボックスのアイシャドウをのせていきます。こちらの明度の高いピンクのお色味を目の涙袋の部分につけていきます。で次にビューラーをしていきます。ビューラーはちょっとコツがあるんですけど、私はすごく毛が硬いタイプなので、髪の毛が硬い人はまつげも結構硬いので、1回の山折りで上げるのが一番上がりやすい方法になります。そして髪の毛が硬くない柔らかいタイプの人はまつげも柔らかいので、1回で山折りで上げるよりも数回に分けて段々で上げる方が綺麗にまつげが上がります。そして次にですね、マスカラをしていきます。マスカラは LBA さんのボリュームマスカラです。マスカラを塗るときにマスカラのコームの先から縦に塗ってあげることでたっぷりマスカラが塗ることができます。そして今回目を高く見せたいので、マスカラの部分、上の部分は特にカラコンのある部分を多めに塗ります。そして次にまたアイライナーです。アイライナーで上のまつげのバランスを見て下のまつげを描き足していきます。そして下まつげを描くコツなんですけど、必ず小指か手のひらを顔に固定することで綺麗に描くことができます。フリーハンドにやっぱなってしまうとバランスが取れないので、必ず頬に当ててこの指先だけで引いて描いてあげることで、お箸を持つ要領と一緒なんですけど、お箸を持つ要領と一緒でそれを上下に引いてあげるだけでバランスのいい下まつげが描くことができます。そして次に涙袋の影を入れていきます。またこちらもスマッシュボックスのコントロールパレットの部分を使っていきます。ブラウンの2種類を混ぜながら描いていきます。次にアイブロウに入っていきます。アイブロウはアンリサンクさんのアイブロウペンシルを使って描いていきます。今回は眉毛を少し平行気味で優しい柔らかい感じにしたいので、結構丸みを描きながら眉毛を描いていきます。すごく私の眉毛は筋肉が発達していて上がりやすい眉毛なんですね。なのでその筋肉に今度はとらわれないように目の上のまぶたのラインと平行になるように描いていきます。そして次にアイブロウにパウダーをのせていきます。こちらもまたスマッシュボックスさんのコントロールパレットの部分を使っていきます。ブラウンとピンクのお色味を混ぜながら眉毛の描いた部分にパウダーをのせていきます。では次にリップに移ります。今回使ったのはスリークメイクアップさんのマットタイプのピンクのルージュとメタリックタイプのルージュお2つを使いました。そして最初にこちらのマットタイプのルージュを唇のなるべく内側の方から外側の方に向かって塗っていきます。そしてお口の中心の方にこのメタリックカラーの方の、ルージュを乗っけていきます。次に先ほど使ったオブセッションさんのアイシャドウのこちらの色味ですね。アイシャドウにも使ったんですけど、同じ色味を唇の上下中心に軽くのせていきます。そして次にチークに移ります。チーク今回もですけど、スマッシュボックスさんのコントロールパレットのピンクと少しオレンジ気味のものと、こちらのオブセッションさんのマットのオレンジを混ぜて使いました。今回は少し可愛い系のものに仕上げたかったので、チークを目の真下のこの中心の部分からのせていきました。そののせていった後にですね、お筆に残った少しのパウダーを顔全体のフェイスラインにのせることで統一感を出すことができます。なのでこの毛の生えてる生え際の部分と眉毛の少し毛の生えてる部分にほんの少しだけ残ったパウダーをのせています。で次に行ったのがイルミナイザーを顔の高い部分にのせていきました。このイルミナイザーなんですけど、先日ちょっとロンドンに行くことがあって、ロンドンのこちらのお店で買ったんですけれども、一目惚れして買ったのはいいんですけど、ちょっと読み方がわからなくて、読み方がわかる方がいらっしゃったら教えてくださいよろしくお願いします。このイルミナイザーすごく光沢も発色もすごく良くて、でリキッドタイプなんですね。開けると結構こう
1滴ずつでもすごいいい発色をしてくれるのでたくさん使えそうです。今日はこのイルミナイザーを特に鼻の部分に、鼻を高く見せたいので鼻の部分を一番初めにのせて、バランスを見ながら頬の三角ゾーンと頬骨 T ゾーン、眉毛の上ですねに少しのせていきました。それでは最後仕上げにカラーマスカラ使っていきます。このカラーマスカラはアップスさんのダブルアイカラーマスカラのピンク&ネイビーのピンクの部分を使っていきます。先ほどボリュームマスカラで黒のマスカラをしているので、もう最後になったら乾いてきてるので、その上からしっかりのせていきます。で、留めているこの部分なんですけど、ねじりピンという方法を使っています。髪の毛を結構ねじって留める方法っていうのはたくさん他にもあると思うんですけど、そのねじっている部分の一番上の部分ですね、ねじる部分の一番上の部分をピンで引っ掛けて、その部分だけを根元に差し込んで留めます。こうねじった先の方で留めてしまうと上の部分がほどけていってしまうので、必ずねじった髪の毛の根元を留めるようにすれば綺麗に固定することができます。どうでしたか？今回は K-POP 風メイクと原宿系のミックスというメイクで仕上げていきました。 K-POP 風は平行眉毛ととてもツヤ感があるこのベースの感じを演出するのをちょっと頑張ってみました。そして原宿系のミックスは色でポップな感じに仕上げるためにカラコンがすごく綺麗な水色っていうこともあるので、このマスカラをピンクにしたり眉毛をピンクにしたりと、シェーディングの上から最後仕上げたピンクで統一するようにポップな仕上がりになるように心がけました。よかったらチャンネル登録をして私の他の動画も見てみてください。バイバイ。